キャ持っていたタイミングで小池違うのかな。うちの2人が何でもいいよ。スプーン大きい方のスプーンで大丈夫です。こちらね、最初からちょっとだけこうした上にひねりしてケチャップしたらそのまんま5種類がどんどん出ていくような感じになるんですけど、なのでお客様の流れ見て仕上げていって1時間半で最後コーヒー紅茶まで出るんですけど、全部お召し上がりいただいて、あと2部が1時間後にまた始まるような感じ2つが前菜でお食事系のメニューで3つがデザートメニューになるので、そちらとコーヒーか紅茶一緒に合わせて飲んでいただくような感じになります。スペイン産のガリシアクリブタっていう品種なので、油がすごく甘くて、あと融点とか油の溶ける温度がすごい高くないんで、食べた時にジューシー感の油を感じます。ケーキ屋さんでこんなことをやってるところはない。完全中華風な感じで、紹興酒とかウスターソースで3時間煮込む。これが感じかな。カスタードクリームと生クリーム合わせたプロマットクリームっていう感じです。これは何？一皿の中で土台にちょっと絞るやつです。はい、大丈夫です。大丈夫、ミントソース。そんな嫌い、そんな嫌い、そんな嫌い、そんな嫌い。あとコークが入ってる。豆の食感もいいでしょ。おいしい。食べました。あ、じゃあミキに行った時。はい、拭いてます。酒シロップ入れて、氷入れて、炭酸入れて、レモン。中にガナッシュ入れて、とろってなるやつ。
コール入っててすごい柔らかいんですよ。固まりづらくて。シャルトリューズ、ハーブのお酒、シャルトリューズ。シャルトリューズハーブです。上にあげちゃいました。そういったやつもシャンパン持ってくるから安全かな。これでそのままいけちゃうから。はい、わかりました。あ、今下がはい。でスマッシュバターで冷凍して全部保管してくださってるんで、バターのいい部分だけ取ったみたいな。パンナコッタに入れるミントのソースですね。ミントとグレープフルーツとサワークリーム、そうです。甘い、すごい爽やかで美味しいです。スープ硬さはちょっと見ないと。ここをお店選んだ理由は、ケーキが好みだったのとあとカフェがあることですよね。サラモリデザート興味あったんで、それとあと研修に来た時の雰囲気が抜群に良かった。大丈夫。はい、綺麗に抜けてます。これだとちょっと少ない。確かにもうちょっとじゃこのぐらいは。あ、わかりました。僕もともとその実家がちょっとお菓子屋さんで、お店継ぐためにちょっとここに修行しに来て、でも奥とっていうかすごい有名なお店なんで、でも修行の間は一個でもちょっと有名店行きたいなと思ってて、どのお菓子食べても美味しいと思えたのはやっぱオープンだったので、アイデアがすごいかなと思います。そのシェフがやっぱり作り出すお菓子って全部他にはない組み合わせとか、一つ一つその素材の美味しさがもうダイレクトに来るようなお菓子作りがすごいかなって自分は思います。でお菓子屋さんってある程度こうレシピも決まっていて、それをその通りに再現するっていう手法なんですけど、料理の場合はその時に目の前にある素材を見ながらどういうふうに調理したらいいかなっていうようなこの見方なので、スタートからこう到達点までに行く工程がちょっと違うんで、そのパティシエの人もやっぱり料理の感覚っていうのを持ってると、もっとこう旬の素材の持ち味を生かすっていう部分で生きてくるっていうのはあるんですよね。物の捉え方はさっきの料理人の話じゃないけど、結構レストランで働いて
してて料理人さんたちと交流も結構してると、見る素材を見る目が結構幅広くなるんですよね。だからそういう意味ではこの素材のこのうまさは表現すると美味しいお菓子できるかなみたいなのはある程度想像つきやすいっていうのが、まだ若いパティシエだと今まで作ってきたケーキだけのその素材の組み合わせだとかっていうものをそのまま表現することがあるんですけど、それをずっといろんなことも料理も含めてやってきたらもっとこの素材こうしたらもっと生きるかなっていうのは分かったりするので、そういう部分ではちょっと他の人とはその素材のこだわる目の向き方はちょっと違うかもしれない。そうだよ、アボカド買ってきてくれた。お待たせしました。では今から、スープのスイーツコースランチを始めたいと思います。お手元にメニューあると思うんですけど、それを見ながら、聞いていただければと思います。まず1品目が、アボカドのムース。以上が、今日のメニューになりますので、今日は最後までゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。シャンプーで、
そう初めて行くの。めっちゃ綺麗。中心で50度ぐらい。あ、じゃあ